ライジン YouTube をご覧の皆様、ライジンアナウンサーの鈴木よしこです。本日、皆様にですねお届けするのは2026年から、ライジンで採用されますデュアルマストシステムを説明する動画になります。ルールを皆様に少しでも知っていただきまして、よりライジンを競技面でも理解し楽しんでいただこうと、そういった趣旨になります。まずはじめにライジン広報の笹原圭一さんよりこのルール改定について視聴者の皆様へ一言ご挨拶をお願いいたします。はい、トータルマストシステムっていうのは、プライドが1997年に立ち上がったんですけど、それ以来ずっと採用していた、プライドもドリームもライジンも10年間トータルマストっていうやり方をやってきたんですけれども、ライジンが立ち上がった当初からそもそもトータルマストって正しいのかという議論はずっと JMOC さん含めて話をしていたんですけれども、試行錯誤を繰り返して、デュアルマストシステムっていう世界初の試みを今年2026年の3月大会から、採用しようということになりました。で今日は今鈴木アナからも説明があった通り、どんな、判定の仕方なのかっていうのを、皆さんにも理解していただいて、我々のその判定の考え方みたいなところも含めて、ご説明できればなというふうに思っています。ではこのデュアルマストシステムというルールとは一体具体的にはどういうものなのかというところ、それを今回ですね JMOC の皆さんにお越しいただきまして説明していただきます。まずお一人ずつご紹介いたします。 JMOC 福田正人さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。石川隆也さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。植松直也さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。マッチメーカーの柏木慎吾さんにも加わっていただきまして、この番組を進めてまいります。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。では早速なんですが、福田さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大晦日の大会のですね、前日に行われたルールミーティングで、その時は出場される選手に限定しての、ミーティングだったんですけども、そこで初めて、説明をさせていただきました。簡単に言うとラウンドマストとトータルマストをですね複合させた2層式の判定システムになります。実際このデュアルマストシステムをですね、説明する前になんですが、先ほど笹原さんがおっしゃってたようにですね、1997年にプライドが旗揚げして、でその後ドリーム、その後ライジンと約もう何十年20年ぐらいですかね、30年ぐらい、もうずっとトータルマストシステムが採用されていたと思うんですね。でトータルマストシステムはすごくシンプルで、特にこのライジン10年間はですねダメージ、アグレッシブネス、ジェネラルシップ、DAG なんて言われてましたけども、この3つの要素を基準にですね15分5分3ラウンドだったら15分でですねどちらが勝っていたかをジャッジする、そんな方式でやっていました。ラウンドごとに優劣をつけずに試合全体でどっちが勝ったか、その全体の差を見てですね判断するという、非常にシンプルなルールでやっていました。新しいルールのデュアルマストシステムはですね、今世界的に普及している10点ほど採点する10ポイントラウンドマストをですねまず第一基準にしまして、でそこにライジン独自のですね3D トータルマストを第二基準として、統合した、2層式の判定システムになると。今までもですねラウンドごとに採点して同点だったらトータルマストでというのは、ディープでも同じようなことをやっていたことがあるんですけども、ただ少しそことは違う形で、やらせていただこうというふうに思っております。さて、柏木さん、はい、これなぜ変えるのかというところでもあるんですけれども、どうでしょう。なぜ変えるのかっていう裏に哲学があってですね、そこがすごく大事になってくるのかなというふうに思います。やっぱり世界的には、UFC をはじめとして数々の団体が採用している、ユニファイドルールのラウンドマストが一般的というふうに、捉えられているんですけれども、あくまでもライジンの捉え方としては戦いってフィニッシュを狙いに行くものですよね、KO を狙いに行く、一本を狙いに行くっていうのがあくまでも我々が求めているものであって、決してポイントゲームではないですよというところが、根本にあるということをご理解いただいた上でこのような結果になっているというふうになってますね。なので従来のラウンドマストシステムの欠点としては試合内容、例えば1ラウンド取った、要は5分を3回勝てばいいという考え方ですよね。ですので1ラウンド取りました、2ラウンド取りました、この2ラウンド取った時点で3ラウンド落としてもいいや、じゃあ落とさないように取られてもいい、
フィニッシュをしに行かないっていう姿勢が生まれてしまうので、そこが欠点だというふうに言われていたので、我々の求める完全決着、フィニッシュを狙いに行く姿勢っていう部分、日本の格闘技の哲学、RIZINの哲学にはちょっと反しているんじゃないかなという部分がありますね。ただここで、福田さん、はい、問題はこのデュアルマストシステムなんですけれども、2層式だからデュアルなんですけれども、ちょっと難しいかなと思うんですよね。もともとはトータルマストっていうシンプルなものだったんですけども、ただ非常に試合全体で評価するんで、やってる側からも見てる側からもちょっと分かりづらさもあったと思うんですよね。で今回その2層式にするのは、ちょっと仕組みも簡単にちょっとご説明しますと、まず第一基準、これは今、UFC とか世界的に今普及しているラウンドごとに採点する10ポイントラウンドマストシステムを採用します。まずこのラウンドごとに10点ほどで採点しまして、10対9とか10対8とかで合計点を出しますね。28対29とか、その辺でもう勝敗が決まれば、ここでもう第一基準で終わりになります。ただ例えばなんですけども、28対28とかですね、合計点が一緒だった場合、同点だった場合は、ここで第二基準に移行しまして、ここで 3D トータルマストの評価を加えて試合全体の評価をしていくという形になります。で各ラウンドごとに今10ポイントラウンドマスト、これデュアルマストシステム以前からですね、私ども他の団体で10ポイントラウンドマストで採点するときには、判定根拠として 3D というのがあるんですけども、この 3D の根拠を、どういう 3D の根拠で採点したかっていうのを数値化してですね、試合全体を通じてどれだけ 3D で差があったかっていうところで完全決着をつける、そんなルールになってます。でさらにここでも決着がつかなかったら、タイブレイクという形で3D 項目の上位項目、例えばダメージとかいろいろあるんですけども、その上位項目を獲得した選手が最終的に勝つという形で、いずれにしても必ず勝者が決まるような、そんな仕組みになっています。この動画をご覧の皆さんは初めて 3D というのを聞いた方もいらっしゃると思うんですよね。改めてその 3D についても教えていただけますか。はい、8年前ぐらいから、ABC さんといろいろ情報共有とかさせて、情報交換させていただく中で、ABC はアメリカの各州のコミッション、例えばカリフォルニア州アスレチックコミッションですとか、ニューヨークのコミッション、その各州のコミッションが集まった協会ですね、それが ABC と言われます。そこでMMA ルールのですね、方針を決めたりとかっていう形の、最高機関になりますけども、ボクシングとかもそこに含まれてます。そうですね、コンバットスポーツですね。コンバットスポーツはそこに含まれてます。はい、そんなところで指針が出されて 3D というところが出ているんですが、なかなか浸透してないというところです。で実際に3D はですね、我々10ポイントラウンドマストで採点するときに必ず 3D を頭に入れて、それを根拠に採点してるんですけども、3D はD ですね、D3 つあるんです。ダメージの D、デュレーション、ごめんなさい、ドミナンスの D でデュレーションの D、この頭の文字を取ったものなんですけども、これはこれからRIZINのデュアルマストシステムではそれぞれそのダメージ、ドミナンス、デュレーション、それに配分値をつけまして、その合計点を3D トータルマストで反映させていこうかなというふうに思っています。ちなみにダメージは分かるんですけれども、改めてこのドミナンスというのはどういうことを言うのか、そしてデュレーションというのはどういうことを言うのかというところで言うとどうでしょう。ダメージからちょっと簡単に言いますと、これはもう何か大きなパンチがあったとか、何か大きなインパクトがありましたとか、っていうのはもちろんそれはそのアクションによってどれだけ相手選手の戦闘能力を低下させたかどうかっていう結果を見るんですよね。でそのダメージについてはですね、今後デュアルマストシステムでは配分値を点数を振り分けるんですけども、ものすごく重大なダメージがあった場合にはですね、10点を配分値として与えます。でまた効果的なダメージ、重大なダメージまでいかない効果的なダメージについては5点という形で、ダメージについてもちょっと細分化をしていこうかなというふうに思っています。ずいぶん下がりますね。でも10点と5点と、はい、これでいろいろシミュレーションしてみるとですね、結構しっくり収まったりしますので、後ほどシミュレーションをちょっとしていただけると分かりやすいかなと思っています。でその後ドミナンスですよね。ドミナンスはもうシンプルに言うと優位性なんですが、これはもう単なるポジションキープをしていればいいというものではなくて、いいポジションを取ったらですね、フィニッシュを向かうためにどれだけ
有効な打撃を狙いに行ったかとか、サブミッションのアタックをしたか、その攻めている支配優位性に対して評価されます。でこちらについては配分値は3点という形になっています。で最後のデュレーションにつきましては、これはドミナンスですとかダメージを与え続けた時間の長さですとか割合を評価する項目で、ここはもう最終的にどんなに僅差であってもここだけは必ず白黒つけて、配分値としては2点という形になっています。はい、こうやって聞くとかなり細分化されたなと柏木さん、はい、思うんですけれどもね、つけてるだけではダメっていうねところもあるわけですよね。そこら辺は改めてこのルールによって浮き彫りにさせるというか。そうですね、今鈴木さんのおっしゃったことがすごく重要な部分でですね、この配分値を見ていただくことでこのライジンの哲学という部分がしっかりとこの 3D に反映されているということが分かると思います。はい、要はそのラウンド間つけて相手をコントロールしているデュレーションだけを取っている選手はそのラウンド勝ったとしても2点にしかならないんですよね、裏では。そのラウンドを取ったかもしれない、10対9では10取ったかもしれないけれども裏では2点の評価しかされてないということになるんですね。それに対して例えばシグダメージを与えた選手が10点入るようになっています。同じ10対9でラウンドを取ってもその内容に大きな差が出る。要はダメージ至上主義を数字でルール化したのがこのシステムだということになります。ドミナンス、デュレーションの合計5点に対して今度 F ダメージ5点与えた場合っていうのはこれ福田さんどうなんですか。点数が5-5になっているという状態ですよね。これラウンドの中で判断する中では、これライジンだけじゃなくて、ユニファイドとかもそうなんですけども、やっぱりダメージを優先されます。ですので 3D の中の上位項目を取っているダメージを取っている人が、10対9の10になるという形になると思いますね。はい、優先されます。はい、そしてもう一つですね、10対9は分かるんですよ、どちらが優位かっていうところで。ただ問題は、ボクシングだったらダウン取ったら10対8っていうのがありますけれども、この MMA においての10対8っていうのはどうやってつけるんだろうなっていうところなんですけど、そうですね、ここはやっぱり今世界的にも課題になっているところではあると思うんですよね。ここ最近やはり10対8ほとんどつかないですよね。最近本当減りましたね。そうですよね。ライジンでデュアルマストシステムでですね、10対8っていうところはしっかり考えていきたいなというふうに思ってるんですよね。で別に無理やり10対8をつけるというよりかは、同じダメージでもダメージにやっぱり差を見出していかないと10対8つかないんじゃないかなと思ってるんです。で例えばダメージが1個だけだと本当に大きなダメージがないとつけづらかったりすると思いますので、なので今回先ほどシグダメージと F ダメージっていう話がありましたけども、ダメージの中でも細分化して、シグニフィカントダメージ、略してシグダメージ、あとエフェクティブダメージは F ダメージと呼んでいるんですけども、それぞれ大きなダメージだったのか、それともなければ少し累積的なダメージだったのか、本当にそのダメージを細かくしておかないとですね、なかなかダメージがつかないんですよね、ラウンドの中でも。10対8の感度というよりかはダメージを拾う感度というのを拾ってですね、3D を積極的にというよりかは結果的についた回数が増えたねと、ついた割合が増えたねっていう形になれば、ライジンらしさというかですね、デュアルマストシステムをやる意味が出てくるんじゃないのかなというふうに思っています。さあそこで、JMOC の競技オフィシャルとして、ライジンなど MMA でレフェリーを担当しております、JBJJF 日本ブラジリアン柔術連盟の審判委員長も務めている、上松さんにもですね伺っていこうと思います。審判員の立場から見て今回のルール変更 MMA という競技にどのような影響を与えると思われますか。 MMA 本来ですね、打撃で倒すノックアウト、もしくはサブミッション、関節技、締め技でマイターを取る、もしくは相手がマイターしなくても技の効果が十分に出る、ところまでやって決着がつくっていうのが本来だったんですけれども、いつの間にかですね、それが競技として進化する中でどうしても何か、より判定に有利になることをすれば勝ってしまうっていう、つけるって言われるようなテイクダウンをしてただ押さえつけるとかっていった形で勝ってしまうことがあるので、やっぱ選手はどうしてもよりリスクない戦い方をしたいので、明確なそのポイントが取れる動作があった時点で、フィニッシュを狙うことを諦めてしまって、安全に勝とうとするということが定着してきて、近年そういう戦い方が比較的、見られるようになったかなということは実際あると思います。ただ今回ですね、このシステムによってなんとなくただ支配する、なんとなくこのポジションを取っているだけという形ではダメージを与えたような5点あるいは10点ということに
届きませんし、いくらポジションを取っていたとしても、フィニッシュする、ノックアウトする、あるいは1本取るということを見せないのであれば、その評価はもう極端に低く、評価されてしまうと思います。なるほど。つまりつける行為、相手を押さえつけてっていうコントロールし続ける行為、これを明確に数字として出して、やっぱりダメージには及ばないんだよということを示した形になるわけですね。なので組み技のグラッパラの選手であっても、ポジション、例えば抑える、バックを取るといったことをしたとしても、そこから、よりパウンドでノックアウトを狙う、ライジンの場合はですね、グラウンドポジションの相手の顔を蹴ることもできるので、そういった攻撃しなかったりだとか、サーミッションを狙わないというものに対しては、あくまでもやっぱりそのフィニッシュを狙ってもらわないと、判定としては高い評価はつけませんという。いろんな項目になったことによって笹原さん、かなり複雑にはなったかなってちょっと思うんですけれども、あまり複雑にしすぎてもダメだし、シンプルすぎてもダメだし、今その中間のところのやり方が多分このデュアルシステムかなというふうには思ってます。今までは10対9っていうふうに採点が出た時に、その裏側でどういう評価をしてたかっていうのが多分出てこなかったと思うんですよね。そこについては、この半年とか1年かけてですね、皆さんにジャッジはこういう見方をして10対9になったんだよ、10対8になったんだよっていうのを見える化していきたいなと思ってですね。通常だと30対27みたいなことを言っておしまいなんですけど、それぞれのラウンドで各ジャッジが何を根拠に10対9をつけたのかっていう、そこも含めて公開しますので、それは見てる人たちも後から振り返って納得のいく形に終わりそうですね。なので当然ジャッジによっては、いやこれは点数の配分としてはここなんだろうっていうジャッジもいれば、別の考え方で10対9をつけるジャッジもいるんで、そこはジャッジによってもしかしたら判断がずれてくるところあるかもしれないですけど、そこも含めて公開して皆さんと一緒に議論をしてより精度を高めていきたいと思ってます。で実際にですね、試合を見ながらどういうふうに見てるのかっていうところをですね、説明していただきたいなと。そうですね、例えば5分間通じて見ていくと、最初はこんな大きなインパクトがあったのに5分が終わるぐらいにはこのぐらいになっていたとか、実際我々もリアルタイムで天秤とかシーソーのような形でギャップを測定してますので、それを映像を見ながら見ていただいた方が分かりやすいんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと今口頭でいろいろ説明しちゃいましたけど、見ながら、実際にジャッジやってるものにも解説してもらいながらやるのが分かりやすいかなと思います。去年年末大晦日に行われました女子スーパー跳び級タイトルマッチ、こちらの試合をご覧いただきましょう。王者伊沢聖華選手と挑戦者レイナ選手の一戦です。こちら石川さん、1ラウンド目リアルタイムで解説をしていただけますか。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらのラウンドに関しましては、ラウンド序盤に大きなアクションがあったんですけれども、その後の攻防によってシーソー、天秤どちらが優勢かっていうのが拮抗していくようなラウンドになっております。で今ゴングが鳴ってスタンドから試合が始まりました。スタンドの展開ですね。このスタンドの攻防自体はラウンド全体の影響度としてはそれほど高くない攻防というような形になります。しかしですね、この攻防、レナ選手がプレッシャーをかけているようには見えるんですけれども、やはりヒット、打撃を当てているのは伊沢選手ということで、伊沢選手が攻めている時間帯、3D でいうとディレーションは伊沢選手についていくような序盤の展開になっていくかなと思います。でスタンドの攻防が続いているんですけれども、ここでレナ選手がビッグインパクトですね、いわゆる即時的なダメージ、新しいデュアルマスターシステムです。シグダメージに相当するような著しいダメージを与えています。でここで伊沢選手が、効果的なアテンプトというところまでは至らないんですけれども、サブミッションのプレッシャーをかけているっていうような展開になってますね。これは伊沢選手が攻めているってことなので、ここで、構成は伊沢選手の方に移って、ディレーションとしては伊沢選手が攻めている時間というふうになっています。でレナ選手の打撃も非常にダメージの大きいものでした。でここでスタンドに戻って、レナ選手はスタンドで蹴りを与えて、伊沢選手はグラウンドのままそれを受けている、防御に徹している時間ですので、 3D 評価するとディレーションタイムとしてはレナ選手についていくような時間になっています。
なんですけれども、やはりこうラウンド全体の影響度としてはあくまでディレーションとしての評価を出ない、あまり影響度の高くない攻防にはなっていきます。でこの展開がしばらく続いていくというところですね。こういった時間も、判定においては何もない時間というよりもどちらがやはり攻めているのかというのをしっかり捉えておくというのがディレーションの評価、最終ラウンドが終了した時に何を根拠として判定を下すという時に非常に大事になってくるポイントではあります。でここからスタンドの展開ですね。そこからレスリングの展開になって伊沢選手がプレッシャーをかけていきます。ここからラウンド終了までは伊沢選手が、全て攻勢に出てディレーションタイムも伊沢選手につくような攻防になっています。そしてテイクダウンを成功させ、ここですね、ここからしっかりと優位なポジションに移行していってマウントポジションを獲得します。でドミナンスっていうのは単にこうやっぱりポジションをキープしただけではドミナンスの評価には至らないんですけど、こうやって累積的なダメージを与えることによってドミナンスの評価が高まっていくというような形になります。ですからこれもただ上取っただけではなくて、このパンチ、ね、このパウンドが重要な動きなんですね。でパウンドを放っていって、伊沢選手もこの後ですね、徐々に強度の高い肘やパウンドを織り交ぜて、よりこうドミナンスという評価をしっかりと明確にしていっているっていうの攻防になりますね。でここに序盤のレナ選手のシグダメージがこう、あったけど、だんだん伊沢選手がこう盛り返している、おっしゃるそんなイメージでですすね。ね。そうですね。どんどん拮抗していってる状況ですね。しっかり得られたポジションでダメージ、累積的なダメージを与え続けていて、レナ選手を防御姿勢に追い込んでいる。これはドミナンスの評価においても明確に記されているような攻防になっているので、質の高いドミナンスが示されている攻防ということになりますね。ここからは完全に伊沢選手がもうそうですね、自分のペースですもんね。しっかりと累積的なダメージを与えつつ、ここで、本当に効果的なサブミッションを試みて、しっかりと形にしてドミナンスと評価を明確にこれも確立するような攻防の一つですね。なるほど。でここでラウンドが終了して、やはり、最初ですね、レナ選手1分前後に大きな、ダメージを与えました。そこで、その瞬間としてはやはりシグダメージ相当の、ラウンドの評価で最も評価される即時的ダメージというのを与えた、そうですね、瞬間になります。でここで、伊沢選手はやはり、一旦体のコントロールを失って防御できない状態に陥って追撃のパウンドを受けて、ディフェンス不能な状態というような判断ができるような攻撃を受けているというところも、ダメージを評価する上で重要なポイントにはなってきますね。3D のスコアを鑑みてみると、ディレーションドミナンスディレーションに関してはしっかりと得られたポジションからダメージを与え、そしてラウンド全体を通しても3分半ぐらいですね、優勢な時間を作った伊沢選手がドミナンスディレーションで評価される、で5点は伊沢選手に入るラウンドかなと思います。ダメージについてはですね、やはりこう一瞬大きなダメージをレナ選手が与えました。しかしその後の展開でやはり、その後の攻防ですね、伊沢選手のドミナンスディレーションでそれこそすごく拮抗した状態にまでラウンド終了の時はいってるかなと思います。よってシグダメージから移行して F ダメージが検討されるっていうようなラウンドになってくるかなと思います。じゃあ瞬間はシグダメージに見えるけれども、その後の展開によっては F ダメージに変わるっていう。おっしゃる通りですね。ダメージが与えられた瞬間だけを評価するのではなく、ラウンドが終了した時点の攻防を含めて評価をするっていうことになっておりますので、しっかりとそうですね、伊沢選手が示したドミナンスディレーションを鑑みて、判断していくって形になります。この試合はやっぱりその瞬間だけで判断しちゃダメだよっていうのが分かりやすい試合だと思うんですよね。その瞬間だけ大きなインパクトがあったけども、試合が5分間終わった時にどれだけのギャップがあったか、ギャップが小さかったのか大きかったのかっていう分かりやすい試合なんじゃないかなというふうに思ってます。
第一基準、第二基準っていうのがあるわけじゃないですか、はいで第一基準っていうのはその10点法で採点されるということはよくわかるんですけど、第二基準の部分ですよね、はい、引き分けの場合のその第二基準が発動するということを 3D に、付与された配分値っていうものが、ラウンドマスト10対9、10対8スコアリングの根拠になるっていうのが、このデュアルマストと。ジャッジペーパーあるんですけど、このラウンドの中でシグダメージとかドミナンスとかデュレーションとか試合内容をここで評価していってるんですね。はいはい、で最終的にここで10対9なのか10対8なのかっていうところを点数をつけてこのラウンドは終わりますと。で最終的にこれ合計点が一緒だった時にここの内訳の 3D の配分値を足し算してどっちか、これはもう28対28とか同点だった時に発動する第二基準という形になります。あと今シグダメージが F ダメージに変わるっていうシーンも一つありました、はい、でシグダメージっていうのは分かりやすいと思うんですよ。ああやってもう完全に体のコントロール効かない状態でダウンしてますんで、伊沢選手の場合はで一瞬はシグダメージって見られ方するのは分かるんですけれども、でそこからまた展開によって F ダメージに変わっていくっていうのも分かるんですが、じゃあ最初から F ダメージって判断する場合の攻撃っていうのはどういうものになるんですか？ダメージにも即時的ダメージと累積的なダメージっていうのがあります、即時的ダメージっていうのはシグダメージに相当するような、先ほどレナ選手が伊沢選手に与えたようなダメージですね。太田忍選手と佐藤翔子選手の試合の時に、バレリーキックが、はい、ケージ側の攻防の中で、佐藤選手何度も当てられてましたよね、あれはもう累積的なダメージとなるという形ですね。ということは F ダメージということそうですね。本人が効いている効いていないかっていうのは、やはり、はっきり言って客観的には測りづらいものなんですね、ラウンドの最後まで見た時にどの程度の影響があった、でそこまで見てダメージが F ダメージなのか、ラウンドに評価に値するのが F ダメージなのかシグダメージになるのかっていうところをやはりラウンドの最後まで攻防を全て捉えた上で判断するっていうのは非常に大事になってきます。なので点と点を比較してどちらが優れていたかではなく、攻防全てを捉えて3D 判断の基準に照らし合わせて判断していくっていうのが、ジャッジングになっていくかなと思います。佐藤翔子選手が、ケージ際で足にダメージを与えた、その結果太田選手が足を引きずるような、アクションが見られた場合はその結果として、評価することになるものだと思います。なるほど。以前上松さんに質問させていただいた時があるんですけれども、例えばその上に乗ってテイクダウンを取ってガードポジションの中からコツコツパンチだったりとか、例えばケージに押し付けて、コツコツパンチを、そういうのってどういうふうに評価したらいいんですかっていう質問をさせていただいた時に、梅さんが結局そのパンチをした結果相手はどう動いたのか、例えばポジションが変わりませんでした、コツコツパンチを側頭部に当てて相手が明らかに嫌がりましたよね、その結果いいポジションを取ることができました、そうなるとやっぱり効果的な打撃として捉えていいんじゃないかというふうに、答えていただいてすごくしっくりしたというか、その微妙な部分、微妙な打撃っていうのはその結果何が起きたのかを見て判断すると。なるほど。ある試合でグラウンドポジションの相手にかなりフルスイングのサッカーボールキック入りました。インパクト的にはノックアウトがあってもおかしくないぐらいのサッカーボールキックが入ったんですけれども、対戦相手にはその、サッカーボールキックの影響力が全くなかったんですよ。そのサッカーボールキック蹴られたことを感じさせないぐらいテイクダウンしてトップを取って逆にパウンド打っていったんですよね。こうなるとそのインパクト自体がすごいので、そこに大きいポイントをどうしてもつけたくなるんですけれども、結果的にダメージとして相手に現れてない以上、我々の評価としては低い評価になるんですね。ダメージがないとは言わないんですけども、評価が低くなります。さあそれではですね、今回のこの新ルールを学ぶ上でですね、一ついいケースがございます。こちらもう一試合ですね、扇久保博正選手と堀口恭司選手の、戦い、この3ラウンド目用意していただきました。こちらはどうだったのか、ちょっと展開をですね見ていきながら説明をしていただきます。お願いします。この試合は、堀口選手のと扇久保選手の、3ですねの最終3ラウンドの攻防になります。でラウンド開始直後に堀口選手が有効な打撃で、ダウンを奪います。で、有効なダメージではあるんですけれども、直後に扇久保選手がしっかりと、ディフェンスを取っていて、後の追撃をしっかりディフェンスできているっていうような瞬間でしたね。
でここから、堀口選手が有利なポジションを取ってサブミッションの、プレッシャーもかけつつでしっかりとここで累積的なダメージを与えているっていうところです。でこちらの攻防も、単にポジションを取っただけではなくしっかりこのように累積的なダメージを与えていてで結局ここでポジションを奪われ返すんですけれども単にポジションをコントロールしているよりも得られたポジションでしっかりダメージを与えたっていう攻防なのでドミナンスの評価に該当するような攻防結果やっぱりコントロールしているだけよりも評価は高くなるっていうような状況ですね。で扇久保選手が、ポジションを取り返してここで、これも有効なサブミッションのアテンプトには至ってはいないんですけれどもしっかりと攻撃姿勢を示しているっていうところですね。なので大きなダメージがあったにせよしっかりとファイトバックして攻撃姿勢を示していた時間ですね。ディレーションでいうと、前半はもちろん堀口選手ですしその後ポジションを奪い返してから扇久保選手が攻勢に出ていた時間もあるというような攻防ですね。でここでまた堀口選手がしっかりとポジションを獲得しています。でここからはしっかり堀口選手がポジションをキープしながら、軽微な累積的なダメージも与えていって、主に評価としては、明確な大きいダメージもないのでディレーションしっかりと制圧している時間ディレーションとしての評価を高めている攻防になりますね。扇久保選手も返してはいるんですけれどもそうですね常に堀口選手の方が上を取りながらそうですねこれはもう堀口選手の時間で試合をコントロールして経過しているっていうような評価になりますね。ここにやっぱり明確なダメージとかが入ってくるとドミナンスをより高めていく攻防になっていきます。でデュレーションもそうですしドミナンスももうこっちはそうですね、はいドミナンスを含んだ質の高いディレーションの攻防の例という形になりますね。先ほどの攻防で堀口選手はしっかりとドミナンスの評価も高めているのでこれダメージでいうとどうなんですか今ですか、はい、今のダメージ評価だと、ラウンド冒頭のダウンですねあれは一見レナ選手と伊沢選手の試合と同等のダメージのように感じるんですけれどもお伝えした通り扇久保選手すぐにディフェンスの体勢に入れているっていうところでシグダメージ相当っていうのはその瞬間で断定はできないでしっかりここの後の攻防を見て評価するっていうような形になりますね。でこのスタンドに戻ってから扇久保選手はまた公正な姿勢を見せるんですけれども堀口選手が打撃で、ここで膝ですねを与えてしっかりとダメージを与えています。ここで、扇久保選手カットがあるんですね。これは顕在化した、反応が見られているというところでこれはダメージ評価に関しても客観性の高い、根拠になっていきますね。でダメージは先ほどもちょっと測りづらい部分があるっていうことだったんですけどやっぱ目に見える反応ですとか顕在化させた時にはしっかりと評価としてでここからラウンド終了まではコントロールしてさらなるリレーションタイムを積み重ねているっていうような攻防になってきます。でここでラウンドが終了します。でラウンド全体を通してなんですけれども、もう堀口選手がダメージドミナンスディレーション全てにおいてしっかりと評価を得られるラウンドになります。で先ほど鈴木さんがおっしゃって、シグダメージか F ダメージかっていうところなんですけれども扇久保選手はやはり攻防では上回られていたんですけれども戦う能力戦闘能力は身体機能が著しく失われたかっていうとしっかりと、攻撃姿勢を見せていますしそこまでは言い切れないんじゃないかっていうところでシグではなく F ダメージ相当が
検討されるラウンドになってくるかなと思います。では実際にこれ10ポイントラウンドマスト10対9、10対8スコアリングをすると考えた時に現行のユニファイドでは10対8まではつかない可能性が考えられます。そこまで明確深刻なダメージとして、する根拠としてはちょっと足りないんではないかというところで現行の運用を見ていると10対9が考えられるようなラウンドになります。しかしですね、ライジンの新しいデュアルマストシステム 3D スコアを反映させた上で10対9スコアを出していくとダメージの5ないし10がつきで、ドミナンスの3点ディレーションの2点10点相当がつきます。我々の中でこのダメージドミナンスディレーションここで明確な優位さを見出してポイント付与され10点以上を得られた場合これは10対8というのを検討していこうというふうに考えています。なので今のユニファイドでは捉えきれない攻防優位さっていうのをしっかりスコアに反映していくことができるっていうのがこのデュアルマストシステムの大きなポイントになってくるんじゃないかなというふうに捉えています。さあということで皆さんいかがでしたでしょうか。2つのパターンでねご覧になっていただきましたけれども、とにかくやっぱり展開を見ないといけないってことですね。福田さんはじめですね JMOC の皆さんに2026年から採用されるこの新ルールデュアルマストシステムの説明動画はこちら以上になります。これを受けまして柏木さん、ファイターたちに求める戦いというのはどういうところでしょう。そうですね、今までトータルマストで見ていた部分各ラウンドでしっかりと、ポイントをつけていくっていう部分があるので分かりやすくなった反面ただ最後までフィニッシュを狙いに行く姿勢っていう部分を維持した、ルール改正になっていますのでこれはあくまでもそのフェーズ1というか、まだこの先においてやっぱり日本の思う完全決着しっかりフィニッシュを狙いに行ってくださいねっていう意思がそのまま反映されて、今まで以上に、分かりやすくてそして激しい戦いに期待したいなと思います。そうですね、多分この1回の動画を見ただけではなかなか100% 理解したみたいな方はいらっしゃらないかもしれないんですけれどもそういう意味では繰り返しある意味この、啓蒙動画じゃないですけれどもこのルール判定はどういうふうに見てどういう採点をしているのかっていうのはちょっと繰り返しいろんな形で皆様にはご説明をして、より理解を深めていただくようにしたいなというふうに思っています。福田さん、今回このようにですね細かく、実際に VTR も通しながらですね説明していただいたんですけどいかがでした。まずは今回の改正ではですね、あくまでもフェーズ1としてラウンドごとに10点法で採点して、採点根拠である 3D の内訳を公開して皆さんにですね判定の視点というのを共有してですね、理解を深めていただく期間なのかなというふうに思っておりますので、本当にいつも笹原さんもおっしゃるんですけども10点法が本当に MMA に合ってるのかどうかとか、そこですよね、そこも含めて、これからアップデートしていくとその上で第1弾というふうに思っておりますので、その次のフェーズ2なのかどうかいけるかどうか分かりませんけども、そこに向けて取り組んでいきたいなというふうに思っています。これからライジンの試合を見る上では皆さん新しい視点でこの新ルールというものに基づいた目線でですねご覧になっていただければと思います。皆さん本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。